皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。シャインマスカット大きくなっておられるでしょうか。今は広角期に入っている時期なので触れませんが、動画の説明ということで参考として作業していきます。例えばこれは悪い事例ですが、1回目の満開時ジベレリン処理にフルメットを 5ppm にしてホルモンを効かせてつけた房です。男性の手のひらで20センチちょっとあるとは思うんですが、相当に大きい房になっています。これは非常に大きく作っている、わざわざ作っているブドウなので参考にはあまりなさらない方がいいとは思うんですけれども、大房を作ればこのような房も作れなくはありません。こういった場合、こちらの内側に噛んでいる粒を摘粒していくのが摘粒作業といいます。これは1回目の摘粒作業時に完全には取っていないというような房です。こういうふうに下に、下向きの粒は潜り込んでしまいますので、早い段階で取っておけばこのようなことにはなりません。裏側がピンセットになっているようなもので丁寧に抜き取っていけば作業は可能です。作業は可能ですが、これほど広角期に残っているものを今抜いてしまうと非常に、出荷病が出やすくなりますし、リスクの方が高いのでおすすめはいたしません。なので早い段階で下向きは抜いておくことをおすすめいたします。まだまだ上向き下向きがこのように内在しています。もちろん広角期に入る前に作業を終わらせておけばこのようなことにはならないわけです。房を撫で回さなくても抜くことが可能なはずです。早い段階で抜いておけばこのような感じに妙な空間ができたりせず均等に広がっていきます。もう明らかに粒数も多いですし、このままではもう肥大は 5P をつけてるにもかかわらずこの程度で止まってしまうであろうということが容易に想像できます。これが小房で作っているものです。フルメットは 2ppm しか入っていません。下向き奇形が、石となったものを除去しただけでこのような房を作っています。なのでここまで、摘粒作業は一度しか行っていませんが、優しい感じの房で大きくなっていっています。粒の肥大はさすがに 2ppm しか入れてないので緩やかです。先端の方がやはり小ぶりで、上の方が中庸な感じで育っていっています。このような房が作っていければ木への負担も少ないですし、平均糖度も本来のポテンシャルが確実に得られるんではないかと思います。本来は摘粒作業ということで動画をする予定だったんですけれども、1回目の摘粒でほぼ作業が終わっているので触るところがありません。粒数も比較的少なくここまで維持できているので、あとは肥大を待つのみということです。これは病害の説明になります。屋根から外れたところの枝なんですけれども、今年は非常に多いんですが、こういうのが黒糖病という病気です。これが出ると実に移って病気になっていくんですが、これは撤去焼却ということを行っていくと園地を守ることができます。これは常駐菌なんであまり気にしても仕方がないんですが、殺菌剤を使って農薬処理をするということを行うのが良いかと思います。薬剤としてはアミスター、ストロビー、オンリーワン、セイビア、ベフラン、メジャー
といったところが殺菌剤として有効かと思います。さて、摘粒作業に向いている房が1個あったので使っていきます。これは下向き奇形化ということを取って作業したものですが、このように下に食い込んでしまっています。粒数が多いと巻き込みでやや下向きだったものもこのように内側にとどんどん食い込みでいってしまう、自然に下がっていきます。日頃から園地を巡回し玉直しを行っていればこのようなことにもなりにくいということらしいのですが、一つの房につきっきりになれないので往々にしてこういうふうになってしまいます。これでほぼ抜き終わりました。この時に残渣が食い込んでいないかということをよく確認して作業を終えてください。